こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、村人取引でシルクタッチを入手したところまでです。これで私もシルクタッチャーです。何その肩書きは？シルクタッチを使わずには手に入らない禁断のブロックを取り扱える国際資格です。早速氷ブロックの取得のために地図4枚目に移動します。移動中、物干し竿の台を見つけました。片方だけでは物干し竿をかけられません。もう一つ作ればいいじゃない。残念ながら今余計なことしている暇はないんです。それからすぐに、海上のトンネルを見つけました。海にかかった石橋という感じだけど。まあゲーム再開したばかりなので焦ることもないですね。少し時間をとって寄ってみます。海上と言えるかギリギリですね。どうせ崩れないのでツルハシで石橋叩かないで一気に渡ります。というかせっかく渡ってるのに橋の下を眺めないで何やってるのよ。そんなこと言われても、今トンネルくぐるのに忙しいです。さて間もなく地図4枚目です。インベントリがきついので船はここに置いておきます。そういえば、今のところ海底遺跡は地図1枚目でしか見つかっていません。リスボーン地点周辺の海にしか生成されないなら助かります。そういえばウサギも狼に襲われるそうですね。見たのは初めてです。狼から逃げられない程度のすばしっこさだったのね。あと、牛はクリティカルで一撃だとご指摘いただきました。ざっとウィキで調べたところ、牛の体力が5に対し、ダイヤの剣でダメージ4、クリティカルでその約 1.5 倍プラス1のダメージ、という感じのようです。さて、トンネルを抜けるとそこは溶岩海でした。あら、ここ時空が歪んでるとかごまかしてた場所？ごまかしてなどいなかったんですけど、ここは氷ブロックの場所から近くて、溶岩池があることを覚えていた場所なんです。というわけでインターチェストをようやく入手です。ちなみに黒曜石のうち4つはシルクタッチの村の宝箱から頂戴しました。これでやっと、インベントリ圧迫からおさらばです。ついでに黒曜石を追加でいくつか入手しておきました。早速氷ブロックを入手しに行きます。実は氷が溶けてしまってないか心配だったりもしていますけど。だからなんで左に曲がるのよ。精神が歪んでるの？歪んでいるのは時空ですよ。よかったちゃんと氷が残ってる。前は一つだったのに増えていたわね。山岳でも標高が高いときちんと氷張るんですね。空中に雪が積もってますね。まあきっとマイクラならよくあることです。氷の扱いは知らないことが多分あるので、万一溶けた時のために予備の分まで取っておきます。さて次はポドゾル入手と行きたいところですが、その前に山岳に露出している石炭を集めておきます。村での取引用？はい。拠点に戻る前に幸運2のエンチャント本2つと、グローストーン2つ取引で入手したいんです。で、忘れてならないのが石炭鉱石です。これもシルクタッチ資格の禁断ブロックでしたね。さて、メガタイガに移動中なのですが、完璧なトンネルを見つけてしまいました。なんとこのトンネル、山越えをせず、迂回せずに向こう側にたどり着けるんです。むしろその条件が整っているのをトンネルと言うべきじゃないかしら。さてメガタイガに着きました。とりあえず念のため実験的なことから。では、シルクタッチ先生お願いします。でも、土をツルハシで掘り返すとか何かわかんない？シルクタッチ資格者なので問題ありません。そしてもう一つ実験的なことを。と言ってもプレイ後に公式英語ウィキを見たら無意味な実験だったようです。
草ブロックの場合には、上に不透明なブロックを乗せると時間経過で土に変わってしまうそうですが、ポドゾルは大丈夫らしいです。英語の読み間違いがなければね。さて、次の目的地は花の森林の島です。エンダーチェストでごっそり持って帰ります。正直もう、拠点にどの花が確保してあるのかわからなくなってますので、生えているのを全種類取ってきました。プレイ後に収録データを確認したら、あとひまわり取ればコンプでした。さて再びシルクタッチの村にやってきました。ここでエメラルドと取引材料をさらに確保し、デコボコの村で幸運2の本2つ入手を目指します。で、本格的に畑を荒らし始めたわけね。大丈夫です。よく調べたらこの畑は自然生成されたもので村人の所有物ではなかったんです。作業中に畑の溝に落ちたのですが、水の底に草ブロックがあって、さらに雑草も生えていました。これ、村に最初に来た時からこうなっていたはずですよね。草ブロックも雑草も空気はいらないようです。あと、ちらちら気になっていた井戸に落ちた村人を助けてあげます。あらら、それは随分優しいのね。別にこの助け方がこのバージョンでも使えるのか試しておきたかっただけです。さて、ジャンプダッシュを駆使した移動で8分ほどでデコボコの村に着きました。この日のために置いておいた土を回収しておきます。移動で木材足場にするのはここまでです。この村の方には農民がいるので、収穫物でガツガツエメラルドを稼ぎます。さて無事に必要数エメラルドが溜まったので、幸運2の取引です。これでブランチマイニングの準備も仕上がるというわけね。まあまだ、効率強化法と耐久力3のツルハシの準備がまだですけど、そっちは掘りながら作ります。さて本も用意したし、幸運2のエンチャント本を2つ入手です。経験値が足りればこの場で幸運3が作れます。ゾンビまたはいた？そういえばこっちの村は松明を置いてなかったわね。これだけでコボコしてると足つぶしするの面倒ですから。村人が。まあいいか。エンダーチェストの置き場に戻ってきたのですが、なんでかパンが落ちています。テリーが捨てたパンではないの？私ではないです。村人が落としたのだと思いますけど、落とす仕様になったのでしょうか。さてまずは幸運2のダイヤツルハシ2本入手です。必要なレベルは4でした。ダイヤじゃない。黒曜石を取るために新調したばかりのダイヤツルハシを使ってしまいます。耐久度的にもったいないわよ。ダイヤ3つ程度ですし。コスト16、ギリギリ足りました。スライムブロックに殺されてなかったらもっと余裕あったのにね。さて、ここでプレイを一旦切っての再開です。あとグローストーン2つとひまわりを入手して拠点に戻るまでゲームを進めます。多分イカが井戸で湧いてますね。一瞬イカの村に命名変更しようと思ったのですが、ディスポーンしそうなのでそのままにします。さて再びシルクタッチの村にやってきました。さっき寄った時にグローストーン買っておけばよかったじゃないの。取引材料が足りるか自信なかったので後に回していたんです。結果としては、向こうにも牧師はいたので足りていたんですが、まあ仕方がないです。さてこれで、グローストーンとレッドストーンランプで新ブロック2種類確保できます。レッドストーンランプのクラフトは拠点に戻ってからです。ひとまずこれで直近の取引は終わり、冒険者に復帰します。茶色の羊毛はジャングルが見つかるまで後回しが無難ね。さて地図2枚目の砂漠を進んでいたところなのですが、明らかに複数のゾンビの声がします。今のところ全部外れよね。今度はゾンビの数が多そうなので大丈夫だと思うのですが、結局、普通に洞窟にはいたゾンビでした。
6体もゾンビが固まってはいてました。紛らわしいです。なんら焦ることはありませんでした。さて、間もなく地図2枚目が終わろうというところで、新しい村を見つけました。今まで近くを何度か通過していたのにね。でも、なんか砂漠の村の割に色がついた家があります。村の家もこのバージョンで追加されたのかな。とりあえずこちら向きの窓はなさそうです。いやそもそもなんで畑に家があるのよ。ここでやっと気づきました。ピラミッドですね。前作でもピラミッドがひっついた村は見つけたことがあったのですが、決してやすやすと見つかるものではなかったです。こんなにしっかり組み込まれたのは初めてね。正直どこからどこまでが村でピラミッドなのかよくわかりません。見たまんまです。ともかくまずはお宝です。下にモブが湧いてないことを確認してと。手に入ったのは鉄と金とダイヤ、ゾンビ肉と骨でした。意外と裕福な村のようです。観光業で儲かってるのかな。ピラミッドのお宝だからでしょ。おっと大変です。この村は世界遺産なので守らねばなりません。その前に村人ゾンビじゃないの。で、同時に2つ防具を落としました。さすがピラミッドの村です。ともかく最低限、家の中は松明を灯そうとしたのですが、なんでか松明が落ちてます。テリーが落としたんじゃないのよね。ここ入るの初めてですし、おそらくピラミッドパワーのせいでしょう。よいしょっと。しかしまあ、本当に何がどうなっているものやら。めぼしいところに松明つけ終わりました。ぼちぼち拠点に帰ります。地図1枚目に入ったところでひまわりゲットです。これで企画と関係ないですが花はコンプリートです。無事に拠点に戻れたらね。なんか L が刺さってますが、それは置いておいて。これ、巨大トンネルかと思って期待してしまいましたが騙されました。こういうのはちょっと珍しいわね。やっと見えてきた。こうして見ると随分高いですね。目印になっていい感じです。本当は巨大キノコもシルクタッチで採取したいところなんですが、インベントリが結構きついので後回しです。で、最も身近にあった草ブロックを入手。塔に積むとき取り扱い注意ですが、多分上に色付きガラスを積めば枯れないと思っています。まだ積んでないのは茶色の色付きガラスだけね。積むのはジャングル見つけてから？そうしようと思ってます。あとは禁止ブロックが草同様に枯れないかウィキでも調べきれませんでしたが、まあ枯れたら塔のブロックを入れ替えようと思います。さて、今回はここまでです。次回は冒険者はひとまず置いて、巨大キノコや地下の鉱石ブロックを集めようと思います。幸運3も手に入ったし、まだ通路に残したまんまの鉱石がそれなりにあるので収集して回ります。そろそろ塔が雲に届くかしらね。それではまたね。バイバイ。